皆さん、こんにちは。本日も中国の悪化を示すデータを危ない順番に紹介していきたいと思います。先に進めば進むほど危険なお話となっています。貴州省の融資平台377億円発行、金利 4.8%。中国経済の課題と日本企業対応、オムロン利益が 98% 消滅。1月の中古住宅価格指数は全70都市のうち68都市で下落の順番でお話ししていきます。当チャンネルは中国経済、韓国経済、日本経済を中心にお話ししています。経済に興味のある方、もっと詳しく知りたい方に有益な情報をご提供していきたいと思いますので、チャンネル登録、ベルの通知もよろしくお願いします。貴州省の融資平台377億円発行、金利 4.8%。中国貴州省の政府系企業による債券発行は、地方政府の資金調達体制の現状と、中国経済における地方政府融資プラットフォーム、LGFV に新たな動きがありました。安順市政修区財政局の完全子会社である、貴州港宇達建築工程管理が発行した18億元の私募債。377億円は、融資平台の債務返済や借り換えを支援する目的で使用されます。この動きは、地方政府の資金調達の難しさと、流動性不足の問題を浮き彫りにしています。AAA の格付けを受け、貴州省国有資本運営によって、全面的に保証されているこの私募債は、中国の地方政府資金調達のメカニズムにおける難しさを表しています。企業が直接の資本関係のない他の企業の債務返済のために債券を発行するのは非常に難しく、LGFV 債務返済のための資金調達手段として注目されています。この事例からは中国経済における地方政府融資プラットフォームの役割と課題、融資平台の債務残高1320兆円。特に、資金調達と債務管理の難しさが浮かび上がります。中国経済全体に及ぼす影響、地方政府の財政健全性、そして、中央政府による監督と政策の方向性が、今後の経済政策と市場の安定に重要な意味を持つことでしょう。貴州省のこの債券発行は、中国の地方政府資金調達の透明性を高め、より持続可能な財政管理へのステップと見ることができます。しかし、LGFV をめぐるリスク管理と債務の持続可能性は、引き続き、中国経済の重要な懸念事項です。中国の地方政府融資プラットフォームをめぐる状況は、中国経済の健全な成長と発展に向けた政策の調整、地方政府の財政改革、及び国内外の投資家に対する信頼性の向上に向けた取り組みを必要としています。この事例は中国経済の持続可能性と地方政府の財政健全性への関心を高めるものであり、今後の経済政策と市場の安定において重要な参考点となるでしょう。正直なところ、1320兆円あると言われる融資平台、LGFV の健全性なんて誰が担保できるのでしょうか。目に見えているだけで1320兆円。隠れ債務が当たり前の中国で、中国政府は極力債務を抑え、地方に行わせており、直接債務を負うことを法律で禁止しているための抜け穴。それが融資平台です。政府系子会社が株を買い支えている。それと同じようなスキームですね。しかし、非効率なインフラ投資のおかげで、資金回収は、ほぼ無理となっており、一時の不動産企業のようになっています。借金を借りて、借金を返す。できなくなったら、困るので、昨年、政府が、銀行に、譲渡債、債券の購入を命令しました。こんなことが続けば、多分、そのうち銀行は潰れます。貴州省についても、紹介しましょう。貴州省の借金は、2023年末時点で約1兆7000億元、約3兆4000億円と推定されています。これは、
中国全体の地方政府の借金残高の約 5% に相当します。融資平台は別かな。貴州省は中国西部に位置する比較的貧しい省です。近年、経済発展を加速するためにインフラ整備や産業振興に積極的に投資してきました。その結果、財政赤字が拡大し、借金が膨らんでいます。貴州省の借金の返済負担は、今後ますます重くなっていくと予想されます。中国政府は、地方政府の借金問題の解決に取り組んでいますが、貴州省のような財政状況が厳しい省にとっては、借金返済は大きな課題となっています。貴州省の借金の返済負担は、今後ますます重くなっていくと予想されます。天津市、貴州省の債務比率は、それぞれに 120%、168% と、警戒ラインを大きく上回っています。雲南省、内モンゴル自治区、湖南省、福建省、寧夏回族自治区が、それぞれ 133%、130%、122%、122%、118% と続いています。中国経済の課題と日本企業対応、オムロン利益が 98% 消滅。オムロンが中国経済の減速による業績悪化を受け、2000人規模の人員削減を発表しました。具体的には、国内外で従業員の1割にあたる1000人程度の希望退職を募集する方針であり、これは2002年以来の大規模な措置です。中国の工場などで使われる主力の制御機器の事業での業績悪化に対する構造改革の一環であり、対象は勤続年数が3年以上、かつ40歳以上の正社員などです。オムロンは今月、今年度の業績予想を下方修正し、最終的な利益が 98% 減少して15億円にとどまる見通しを明らかにしました。辻永淳太社長は、経営の立て直しを早期に実行し、より力強く成長する企業へ生まれ変わると述べました。オムロンの措置は、中国経済の現状に対する企業の迅速な対応を示唆しています。以前から気になっていたのですが、日本の中でも中国依存が高い、いわゆる中国関連企業。私は投資から退場しましたが、以前は日立建機、小松など中国のインフラを支える企業が非常に利益を上げていました。現在はどのようになっているのか。中国は世界第2位の経済大国であり、多くの日本企業にとって重要な市場となっています。近年は中国経済の成長と中間層の拡大により、中国市場における日本企業の売上高は大きく増加しています。ここでは中国売上高比率の高い日本企業をいくつかご紹介します。1自動車メーカートヨタ自動車、日産自動車、ホンダ。これらの企業は中国で現地生産、販売を行うことで高い売上高比率を達成しています。2家電メーカーパナソニック、ソニー、シャープ。これらの企業は中国で家電製品の生産販売を行っており、中国の消費者のニーズに合わせた製品開発やマーケティング活動を行っています。3電子部品メーカー TDK、村田製作所、太陽誘電。これらの企業は中国で電子部品の生産、販売を行っており、スマートフォンやパソコンなどの電子機器の需要拡大に伴い、売上高を伸ばしています。4その他ユニクロ、資生堂、伊藤忠商事。これらの企業は中国でアパレル、化粧品、貿易などの事業を展開しており、中国の消費者のニーズに合わせた商品やサービスを提供しています。中国の売上割合が最も大きい日本企業は2023年現在 TDK 株式会社です。TDK の2023年3月期の連結決算における中国での売上高は1兆1414億円であり、連結売上高全体に占める割合は 56.3% となっています。TDK は電子部品の製造・販売を行う会社であり、コンデンサや自製材料などの製品で世界トップクラスのシェアを誇っています。
中国は TDK にとって最大の生産拠点であり、販売市場でもあります。近年、中国経済の成長とともに TDK の中国事業も拡大しており、2023年3月期には中国での売上高が初めて1兆円を超えました。TDK に次いで中国の売上割合が大きい日本企業は以下の通りです。村田製作所 50.4%、太陽誘電 49.8%、ホンダ 47.8%、トヨタ自動車 46.2%。これらの企業はいずれも中国で大きな事業展開を行っており、電子部品、自動車、家電などの分野で高い売上高を上げています。中国はかつて世界最大級の経済大国であり、今後もこれらの企業にとって重要な市場であり続けると予想されていました。村田製作所はいつの間にか中国関連企業2位になっていたのですね。私の予測では中国依存の高い企業ほど純利益が下がっていると思うのです。それでは少し調べてみましょうか。2024年3月期第3四半期決算短信では、やはり昨年と比べて激減といったところです。売上高 6.7% 減、営業利益 22.9% 減、純利益が 18% 減です。少し調べてみると、中華圏の累積売上は 5.2% 減。それ以上に日本は 16.9% 減で、日経平均とは連動していない感じがしますが、円安もあり、利益が上がりそうなものですが、中国の GDP5.2% とは様相が違いますね。また、決算書を見てお話しするのも面白いので、視聴数が多い場合は、決算書から読み解く。中国経済、日本経済にチャレンジしてみたいと思います。面白いから、どんどんやってしまいなさいと思うときは、コメントから、決算書、やっておしまい、とお書きください。最新の決算書からは、中国の売上比率が、村田製作所の 50.2% ということが分かりました。中国経済が衰退するのであれば、村田製作所の売上も TDK も落ちていくはずです。1月の中古住宅価格指数は、全70都市のうち68都市で下落。中国の不動産市場は、長期にわたる不況の影響を受けています。中国国家統計局の最新の報告によると、主要70都市のうち、56都市の新築住宅価格指数が前月比で下落し、これは全体の約 80% に相当します。この数字は、不動産市場の広範な不振を示しています。特に、中古住宅価格指数も、全70都市中68都市で下落し、この不動産不況の深刻さを物語っています。中国政府は、不動産市場の安定化と経済回復のために、様々な政策を導入してきました。例えば、中国人民銀行は、住宅ローン金利の指標であるローンプライムレート LPR の引き下げを行いました。これは、市場を刺激し、不動産市場の下支えを図る試みです。さらに、2020年には不動産融資規制を打ち出し、不動産バブルの抑制を試みましたが、これが不動産不況を長期化させる副作用を引き起こしています。中国の不動産市場は、国内総生産 GDP の約 20% から 30% を占めており、この市場の不振が経済全体に大きな影響を与えています。不動産関連産業の低迷は広範な経済セクターに波及し、雇用、消費、投資の各面で負の影響を及ぼしています。この状況の中で中国政府は市場を安定化させ、経済回復を促進するためにさらなる政策調整を迫られています。政策の焦点は不動産市場の健全な発展を促進し、経済全体の安定を図ることにあります。将来的には持続可能な成長を目指す政策が重要になるでしょう。この分析では中国の不動産市場の現状とその経済への影響を掘り下げました。市場の不振が
国の経済に与える影響は深刻であり、政府の介入と政策の調整が不可欠です。経済の持続可能な成長と安定化に向けて、中国政府は慎重かつ効果的な政策を継続的に模索し、実施する必要があります。正直なところ、中国不動産を今から買うのは、今から日本株を買うことよりよほど恐ろしいでしょう。前月比で下落したのは、主要70都市のうち56都市です。昨年12月は、全体の約 89% に相当する、62都市で下落していました。どうやって GDP が 5.2% 伸びるのか全くわかりませんね。1月の中古住宅価格指数は全70都市のうち、68都市で下落し、上昇は2都市というのがすごいです。本当に伸びたのかは、わかりませんけどね。GDP の2から3割を占めているのに、普通にざっと緩め計算しても、GDP20% を占める不動産の、新築 80% 減少を1ヶ月なんで、0.3% は GDP にマイナス影響なのですが、あとは、どれくらい下がっているかにもよると思います。上がっているところが100倍になっていたら別ですが、一度過去に取り上げた数字なんかのマイナスを合計したいとも思いますが、不動産バブルが崩壊し、ホワイトリストに載った国有企業や民間企業を救うとのことですが、ここはバックについている政治家の力にかかっているのでしょうね。株価の買い支えなんかせずに、不良債権処理とできていない不動産の完成を急がせればいいと思いますが、この後のホワイトリスト貸出金の不良債権化が気になります。結局のところ、金融バブル崩壊につながると思います。本日の動画はいかがだったでしょうか。お気に召しましたら、高評価、登録とベルの通知もよろしくお願いします。